ボストンはアメリカ合衆国マサチューセッツ州の州都として、その歴史的、文化的な重みを今日に至るまで保持し続けている。この都市の成立は、1630、年に遡り、正教徒と呼ばれるピューリタンの一団によって設立された。この都市は、イギリス植民地時代から独立革命の舞台となり、その後の教育、知識の拠点としての地位を確立してきた。こうした歴史的経緯から、ボストンはアメリカのゆりかごという呼称で世界的に知られている。地理的には、ニューイングランド地方の南端に位置し、アトランティック沿岸部の重要な港湾都市として機能してきた。チャールズ川に面したこの都市は、植民地時代には商業と宗教の中心地として栄え、独立戦争時にはイギリス軍と植民地軍の攻防の舞台となった。その後の工業化と移民の波を経て、20世紀後半には金融とハイテク産業の集積地として再定義され、現在に至るまでアメリカにおける知的、経済的な中枢であり続けている。教育面では、ボストンは世界屈指の知的拠点と位置づけられており、ハーバード大学やマサチューセッツ工科大学、MIT をはじめとする名門校が集結している。これらの教育機関は、単に学問の発展に貢献しただけでなく、市全体の文化的雰囲気を形成し、地域経済の牽引役ともなってきた。こうした歴史的、教育的背景から、ボストンは知性の中心地とも呼ばれるようになったのである。さて、このように歴史と教育が深く結びついたボストンにおいて、最も象徴的な存在がフリーダムトレイルである。ボストンがアメリカ史において普及の地位を得た最大の要因は、独立革命の発祥地としての役割にある。この都市で繰り広げられた出来事は、植民地人がイギリス本国に対し独立を宣言する契機となった歴史的瞬間の連続であった。その象徴的な取り組みの一つが、フリーダムトレイルと呼ばれる歴史散策路である。全長 2.5 マイル、約4キロメートルの赤いレンガの道は、16箇所の歴史的サイトを結び、アメリカ独立の精神を今に伝えている。このトレイルは、単なる観光ルートにとどまらず、アメリカ合衆国の成立過程を体験的に学ぶための教育資源としても機能している。石畳が連なる路地に沿って、赤い線が路面に引き伸ばされている。その線は歩行の軌跡を示すと同時に、時間を結ぶ印でもある。ボストン市中心部に敷かれたこの道筋は、単なる観光ルートにとどまらず、都市の成り立ちを可視化する装置として機能している。2.5 マイルの距離を測る線の先には、250都市以上にわたる歴史的多様性が凝縮され、16の史跡が並ぶことで、一つの連続的な物語が形成されている。この空間において、建物は孤立した記念碑としてではなく、都市組織の構成要素として振る舞っている。レンガ造りの外壁を持つ建造物は、路地の勾配に沿って配置され、歩行のリズムを調整している。軒の高さや壁面の質感が連続することで、視線の移動が緩やかに誘導され、公共空間としての廊下が成立している。通りの断面は、車両の通行と歩行者の動線を分離することで、対流と移動のバランスを保っている。石畳のかすかな起伏は、過去の地形の記憶を現在の平面に映し取り、時間の層を身体感覚として伝えている。フリーダムトレイルの核となるスポットの一つが、ボストン、コモンである。1634年に設立されたこの公園は、アメリカ最古の公共公園として知られ、イギリス軍の駐屯地としても使用された歴史を持つ、正教徒による都市計画の一環として整備され、当初は家畜の放牧場として機能していたという点も興味深い。現在では、市民の憩いの場として、また歴史教育の舞台として活用されている。同じく重要なスポットであるマサチューセッツ州議事堂は、1798年に完成した新古典主義建築の傑作である。金箔で覆われたドームは、ボストンのスカイラインを象徴するランドマークとなっており、政治と歴史の交差点として今日も機能している。議事堂周辺は、独立革命期の政治家であるジョン・ハンコックやサミュエル・
アダムズの足跡をたどることができるエリアでもある。歴史的に特に注目されるのがグラナリー埋葬地である。1660年に設立されたこの墓地にはポール、リビア、ジョン、ハンコック、サミュエル、アダムズといった独立革命の立役者たちが眠っている。特にポール、リビアは独立戦争の象徴的存在であり、その家は現在もポール、リビアの家として保存され、一般に公開されている。この家は1680年に建てられた現存する最古の木造建築であり、当時の生活様式を垣間見ることができる貴重な建造物である。独立戦争の転換点となった出来事の一つがボストン虐殺事件である。1770年3月5日、イギリス軍兵士とボストン市民との衝突が発生し、人の市民が死亡した。この事件はイギリス本国の支配に対する植民地人の反感を一気に高め、独立への機運を加速させた。この事件が起きたオールドステートハウスは現在も当時の面影を残す重要な歴史的建造物として保存されている。その一方でフェニュエルホールは独立革命の精神的拠点として機能した場所である。1742年に建設されたこのホールはアメリカの町民ホールと呼ばれ、サミュエル・アダムズら独立派の指導者が集まり、イギリスに対する抵抗の声を上げた。現在でもこのホールでは市民集会や講演会が開催され、民主主義の象徴的な空間として機能している。独立戦争の象徴的な戦いの一つがバンカーヒルの戦いである。1775年6月17日、ボストン北部のチャールズタウンで行われたこの戦いは、植民地軍の勇敢な抵抗が歴史に刻まれた瞬間であった。イギリス軍の圧倒的な戦力に対し、植民地軍は白線を越えてから撃てという有名な命令を下し、猛攻に耐えた。この戦いは、独立戦争の精神を象徴する出来事として今日も語り継がれており、その記念碑であるバンカーヒル記念塔は、戦いの激しさを物語る存在となっている。フリーダムトレイルは、単なる観光ルートではなく、アメリカ独立の精神的基盤を今に伝える生きた歴史の回廊である。全長 2.5 マイルの赤いラインは、ボストン市街に刻まれた革命の軌跡だ。このラインに沿って点在する16の主要史跡は、18世紀後半のアメリカ植民地で起きた思想的、政治的転換の瞬間を空間的に具体化している。最も象徴的なのは、ボストンティーパーティの現場であるグリフィンズワーフだ。1773年12月16日、植民地住民がイギリスの茶税に抗議して茶箱を海に投棄したこの出来事は、武装抵抗への第一歩となった。フリーダムトレイルでは、この地点が不服従の始まりとして位置づけられている。同時に、オールドノースチャーチでは、ポール、リビアの敵が来るという合図のランタンが掲げられた場所として、情報戦の重要性が示されている。16の主要史跡だけでなく、周辺の23スポットを含めた拡張ルートは、独立運動の多層的な側面を浮き彫りにする。例えば、ファニエルホールは、市民集会の場として機能し、独立への世論形成に大きな役割を果たした。ここで行われた演説や決議は、植民地住民の政治意識を高める触媒となった。また、オールドステートハウスでは、ボストン虐殺事件の記憶が今も語り継がれており、植民地と本国の対立が不可避だったことを示している。フリーダムトレイルの設計は、単なる歴史的な時間軸をたどるだけでなく、訪問者に革命のプロセスを体感させることを意図している。赤いラインに沿って歩を進めることで、植民地住民がどのようにして英国臣民からアメリカ人へとアイデンティティを変容させていったのかを空間的に理解できる。このルートは、独立宣言や憲法制定に至るまでの思想的な熟成過程を、建物や広場を通じて可視化した移動型博物館なのである。特に注目すべきは、
各史跡が転換点としての役割を果たしている点だ。例えば、オールドサウスミーティングハウスでは、キーパーティの前日に大規模な抗議集会が開催され、民衆の不満が具体的な行動に結びついた瞬間を今に伝えている。また、バンカーヒル記念塔は、独立戦争初期の激戦地であり、植民地軍が正規軍と互角に戦った象徴として、軍事的自信の獲得を示している。フリーダムトレイルは、観光客に単なる見学ではなく体験を提供する。赤いラインをたどりながら、訪問者は自然と当時の人々の視点に立つことになる。植民地時代のボストンでは、街のあちこちで政治的な議論が交わされ、抗議の声が上がっていた。その熱気を今に伝える史跡群は、アメリカ独立の精神的 DNA を保存していると言える。このルートは、歴史の教科書を歩くようなものではない。むしろ、歴史そのものを歩く体験なのである。こうした歴史的サイト群は、単に過去の出来事を記憶する場所にとどまらず、現代においても教育と観光の両面で活用されている。例えば、フリーダムトレイルを巡るガイドツアーは、多くの学校や家族連れに利用されており、子どもたちにアメリカ史を視覚的に学ばせる機会となっている。また、各サイトには詳細な解説パネルが設置されており、訪れる人々に当時の状況を分かりやすく伝えている。ボストンのダウンタウンを縦横に走るフリーダムトレイルは、路上に設置された案内板や音声ガイドは、訪問者が各スポットの成立背景や重要人物、出来事を時系列で終えるよう設計されており、歩行者は自然に歴史的事実を学習できる空間となっている。公式ガイドは、同トレイルが家族旅行や学習旅行にも役立つ体験レポートとして位置づけられ、修学旅行や歴史教育の場として学校側に積極的に利用されていることを明示している。ハーバード大学やマサチューセッツ工科大学、MIT をはじめとするボストン周辺の主要教育機関は、カリキュラムの一環としてフィールドワークや歴史講義の実地学習にフリーダムトレイルを組み込むケースが散見される。例えば、ハーバード大学のアメリカ史講座では、学生がトレイル上の独立宣言署名書や古戦場を訪れ、一次資料に基づくディスカッションを行うことで、教科書だけでは得られない感覚的理解を深めることが推奨されている。MIT のデザイン学部でも、都市空間の歴史的層を分析するプロジェクトのフィールドスタディとしてトレイルが活用され、歴史的建造物の保存と再利用に関する実証的研究が行われている。このように、歴史遺産フリーダムトレイルと教育機関の間には、実地学習を通じた直接的な相互作用が確認できる。歴史的情報が教育現場に供給されることで、学生は地域の歴史的価値を体感的に理解し、公共史への関心が喚起される。結果として、地域住民や訪問者の歴史認識が高まり、文化的資本が蓄積されるプロセスが観測できる。ボストンの教育的な重要性は、その歴史的遺産と密接に結びついている。この都市は、単にアメリカ最古の都市というだけでなく、教育と知識の拠点としての地位を確立してきた。その象徴が、ハーバード大学とマサチューセッツ工科大学、MIT をはじめとする名門校の集積である。ハーバード大学は、1636年に設立されたアメリカ最古の大学であり、その歴史はボストンの歴史と重なる部分が多い。設立当初から、正教徒の知的活動の中心地として機能し、今日では世界屈指の大学として、ノーベル賞受賞者を160名以上輩出している。ハーバード、ヤードと呼ばれるキャンパス内は、歴史的建造物と最先端の研究施設が共存する空間であり、訪れる人々にアメリカの知的伝統を実感させる。一方、マサチューセッツ工科大学、MIT は、1861年にウィリアム・バートン・ロジャースによって設立された。ロジャースはヨーロッパの工業大学、特にポリテクニーク、スクールのモデルを参考に、実践的工学と基礎科学を結びつけた教育機関を構想した。当初はボストンのバックベイ地区に暫定キャンパスを置き、機械工学、土木工学、
科学などの実験室教育を重視した南北戦争の影響で開校は遅れたが、1865年に最初の授業が開始され、卒業生は鉄道建設や産業革命の現場で即戦力となった。設立当初は進学教育を主目的とし、植民地の指導者養成に特化していた。1780年にハーバードの名前が正式に採用され、文理系の科目が徐々に拡充された。19世紀になると科学教育への関心が高まり、1846年にローレンス科学学校が設置され、実験観察を重視したカリキュラムが導入された。これによりハーバードは伝統的な進学中心から総合大学へと転換し、ボストン周辺の知的ネットワークの中心となった。20世紀に入ると両機関はそれぞれ異なるが補完的な役割を果たした。ハーバードは1900年代前半に大学院教育を拡充し、法学部、医学部、ビジネススクール、ハーバードビジネススクールを次々に設置し、専門職業教育のリーダーとなった。一方、MIT は1916年にカレッジ・オブ・エンジニアリングを独立させ、航空宇宙工学や電気工学の分野で先端研究を推進した。特に第二次世界大戦中、MIT の放射線研究所 RAD、LAB はレーダー技術の開発に貢献し、戦後の電子産業基盤を築いた。ハーバードも戦争中に医学研究や社会科学分野で政府プロジェクトに参加し、知識の応用面でも影響力を拡大した。その一方で、MIT は1861年に設立された工科系の名門校である。設立当初から実学重視の教育方針を掲げ、工学やコンピュータサイエンスの分野で世界をリードしてきた。特にワールドワイドウェブの発明者であるティム・バーナーズ・リーや GPS 技術の基礎を築いた科学者たちを輩出してきた点は特筆に値する。MIT ミュージアムではこうした技術革新の歴史を目の当たりにすることができ、特にロボット工学の分野では学生による研究成果が展示されている。ボストンの教育的特色はこうした名門校の存在だけでなく、市内に点在する博物館や図書館のネットワークにも現れている。ボストン公共図書館は1848年に設立されたアメリカ初の大規模公共図書館であり、その建築様式はルネサンス様式の傑作として知られている。市民に対する教育の機会均等を目指したこの図書館は、今日でも年間数百万人の利用者を誇る。イザベラ・スチュワート・ガードナー美術館は、1903年に設立された私立の美術館であり、そのコレクションは世界的に高い評価を受けている。しかし、1990年に起きた盗難事件は、この美術館の歴史に暗い影を落とした。数100万ドル相当の芸術品が盗まれたこの事件は、アメリカの美術史における最大の謎の一つとして今なお語り継がれている。ボストン美術館は、1876年に設立された総合美術館であり、モネやゴッホといった印象派の作品から、日本の浮世絵コレクションまで、幅広いジャンルの作品を所蔵している。こうした美術館群は、ボストンが単なる歴史の街ではなく、知的な刺激に満ちた都市であることを物語っている。教育機関のキャンパスは、この歴史的織物の内部に緩やかに組み込まれている。ハーバード大学に代表される研究拠点は、市中心部からわずかに距離を置きながらも、交通網によって有機的に結ばれている。キャンパスの敷地は、歴史的建造物の配置パターンを踏襲しつつ、研究施設の機能的要件に応じて密度を調整している。石造りの建物とガラスや鋼材で構成された施設が隣接することで、材料と工法の対話が生まれ、都市の成長過程が視覚的に示されている。研究活動の空間は、外部のロジネットワークと緩やかに連続しており、境界が曖昧な状態で公共の流れを受け入れている。文化的な融合は、
日常的な利用の重なりによって具体化している。史跡の内部では、過去の文脈が解釈され、記録された事実が展示されている。同時に、大学の研究拠点では、歴史的資料が検証され、新たな知見が蓄積されている。2つの場は、情報の生成と伝達において相補的な関係を形成している。講義やワークショップが史跡の周辺で行われることで、知識の伝達が建築的なコンテキストと結びつき、抽象的な概念が空間的な体験として具体化している。戦後、ボストンの都市景観は両キャンパスの拡張とともに変化した。ハーバードは、1950年代にクレムソン、ホールや科学センターを建設し、キャンパスの東側に研究施設を集約した。MIT は、1960年代にキャンパスをチャールズ川西岸へ移転し、近代的な建築群と広い敷地を確保した。この移転は、ボストンの西部地区に新たな知識産業クラスターを形成し、周辺にベンチャー企業や研究所が集積する契機となった。また、両大学は市と連携して公共交通の整備や住宅開発に関与し、学生、教員の居住環境改善にも寄与した。近年では、ハーバードと MIT はインターディシプリナリーな研究所を次々に立ち上げている。例として、ハーバードのハーバードデータサイエンスイニシアティブや MIT の MIT コンピュータサイエンスと人工知能研究所 CSAIL はビッグデータや機械学習の基礎と応用を結びつけ、ボストンを世界的なイノベーションハブとして位置づけている。さらに、両校はオンライン教育プラットフォーム、ハーバードオンライン、MITx を通じて地理的制約を超えた知識の普及にも努め、地域経済への波及効果を拡大している。以上のように、ハーバード大学とマサチューセッツ工科大学は設立当初の宗教教育と実践工学という異なる出発点から、時代の要請に応じて学問の幅を広げ、研究と教育の両面でボストンの都市形成に深く関わってきた。その歴史的軌跡は、知識が都市の物理的、社会的構造にどのように組み込まれ、持続的な発展をもたらすかを示す具体的事例となっている。都市のアイデンティティは、この重層的な組織から生じている。歴史的建造物が持つ記号的価値と、教育機関が持つ生産的機能が交差することで、都市は過去と現在を同時に保持している。路地のスケールとキャンパスのスケールが相互に調整されることで、都市の決めが維持され、集積と分散のバランスが保たれている。歩行者の視点から見れば、移動の経路そのものが学習の場となり、建物の配置が歴史の配置を示している。交通インフラは、この空間的編成を支える基盤として機能している。路面電車や地下鉄の駅が、史跡群の端に配置されることで、外部からのアクセスがスムーズに確保されている。駐車場や交通ターミナルは、歴史的景観に直接介入しないよう、地下化または周縁部への配置が図られている。配管や電力網などの都市基盤も、建物の地下で統合され、地上の歴史的景観を保持する一方で、研究施設の技術的要求に応えている。経過時間の積み重ねは、建物の修復と維持のプロセスを通じて具現化している。劣化した部材は、可能な限り既存の素材を尊重しつつ補強され、構造的安全性が確保される一方で、過去の改変の痕跡は記録として残されている。このアプローチにより、建物は単なる保存対象ではなく、継続的な使用に耐えうる実態として機能し続けている。教育機関の維持管理システムがこれと連携することで、長期的な保全と日々の利用が両立されている。最後に、この空間的、文化的融合は、経済的及び社会的な連続性をもたらしている。史跡周辺の商業施設や宿泊施設は、建物の景観的性質に配慮した規模とデザインを採用し、歩行空間の連続性を損なわないよう配慮されている。研究拠点に集まる人々が史跡を日常的に利用することで、観光と学術の境界が柔らかくなり、都市の多様な活動が相互に支え合う構造が形成されている。こうして、
歴史的遺跡と教育機関が物理的にも機能的にも織りなすネットワークが、都市のアイデンティティを持続的に構成している、現代の転換点。バイオテッククラスターとイノベーションエコシステム。ボストンの教育的蓄積と歴史的遺跡は、21世紀の都市革新に直接的につながる基盤として機能してきた。ハーバード大学、1636、都市設立やマサチューセッツ工科大学、MIT、1861、都市設立といった世界的研究機関が長年にわたって蓄積した知的資本は、近年ますます生物テクノロジー、バイオテック分野におけるクラスター形成を牽引している。ロストン北部のカンブリッジ科学技術複合地、KENDALL、SQUARE を中心に形成されたバイオテック企業群は、学術研究と産業実装の間のシームレスな連携を実現し、遺伝子編集技術、CRISPR、mRNA、ワクチン開発、再生医療などの最先端分野でグローバルなリーダーシップを果たしている。これらの企業の多くは、大学発のスタートアップとして誕生し、ベンチャーキャピタルや政府系補助金、例 NIH の SBIR プログラムを通じてスピード感を持って成長を遂げている。例えば、MODERNA、THERAPEUTICS、mRNA。技術のパイオニアは、MIT の研究室から発展し、2020年の新型コロナワクチン開発を通じて、ボストン地域のバイオテックエコシステムの強みを世界的に展示した。同様に、CRISPR、カスケードシステムの開発に貢献したジェニファー、ダウデン、ボストン、チルドレン、HOSPITAL やジョージ・チャーチ、ハーバード大学の研究は、学術的知見が産業化される典型例を示している。ボストン都市圏のバイオテッククラスターは、単なる企業集積ではなく、タレント、パイプラインやインフラ共有の側面でも革新的な特徴を持つ。マサチューセッツ州政府が主導する MASSBIOGENIUS などの州立インキュベーター施設や、ハーバードと MIT の共同プロジェクト、例 WISS インスティチュートが提供する共通研究施設は、初期段階の企業に高コストの実験機器や専門人材のアクセスを可能にしている。また、企業間の技術スタッフの流動性、例 BIOGEN から REGENERON への人材移動は、知識の拡散と競争の両立をもたらすエコシステムを形成している。教育的背景として、ボストン市内及び近郊の高等教育機関は、バイオテック人材の育成に不可欠な役割を担っている。MIT の生物工学科、ハーバードの医療研究科、トーフス大学のバイオメディカル工学部などは、学術的深さと実践的応用のバランスを取り出した教育カリキュラムで、グローバルから人材を引きつけており、卒業生は自然と地域のバイオテック企業や新興企業に吸収されている。さらに、ボストン、ケンドール広場の INNOVATION、SQUARE などでは、大学生と産業界の専門家が共にプロジェクトを立ち上げるハックアソンイベントが定期的に開催され、教育と産業の境界が消滅する現象が見られる。このように、ボストンの歴史的教育機関が蓄積した知的財産と人材リソースは、21世紀のバイオテック革命を支える基盤となっている。フリーダム、トレイルがアメリカ独立の歴史を物語るように、現在のバイオテッククラスターは新たな自由、健康の自由、疾患からの解放を求める人類の挑戦を象徴する現代の自由の道、FREEDOM、TRAIL、OB、INNOVATION としての役割を果たしている。ボストンのフリーダムトレイルは、独立戦争期の重要拠点を赤いラインで結び、全長約4キロに点在する23
箇所の史跡を巡る歩行路として機能している。その保存活動は、市とボストンナショナル HISTORICAL パーク、そして多数の民間保護団体が三位一体で行う体制が確立されており、赤いラインの塗装や案内板の更新は年に数回実施される。特にラインの塗装は舗装の摩耗や雨水の浸食に対し、環境に配慮した低揮発性塗料が用いられ、定期的な再塗装が行われている。これに加えて、国立歴史登録財に指定された11箇所の建造物は、連邦政府の歴史的保存基準にのっとった修復が施され、外観や構造の歴史的真実性を損なわない範囲で耐震補強やバリアフリー化が進められている。教育面では、フリーダムトレイルは小中学生の社会科フィールドトリップの定番コースとなっている。ボストン市が認定した歴史的場所の調査プロジェクトでは、生徒が事前に資料を読み込み、現地での観察、インタビュー、写真撮影を通じてレポートを作成する実践的な学習手法として、現地ガイドが独立戦争期の政治的背景や市民の行動を演技形式で再現し、参加者は当時の住民になりきって議論を行う。調査結果は校内発表会やオンラインポータルで共有され、他校との比較分析が行われることで、批判的思考力と情報統合力が育成される。大学や生涯学習の場でも、フリーダムトレイルはデジタル教材として活用されている。公式ウェブサイトとモバイルアプリは多言語音声ガイドとインタラクティブマップを提供し、利用者はスマートフォンで QR コードを読み取るだけで、各スポットの歴史的意義や当時の文書の抜粋を瞬時に閲覧できる。特に日本語音声ガイドは、米国史を学ぶ日本の高校や大学の授業で教材化され、教室内での映像視聴と合わせて、実際に足を踏み入れたかのような体験を提供している。評価調査の結果、フリーダムトレイル体験後に実施された独立宣言に関する理解度テストでは、平均点が37% 上昇したと報告されている。これは、単なる教科書学習に比べて、実地体験が記憶定着と概念理解に大きく寄与したことを示す指標である。さらに、大学の歴史学部が実施したアンケートでは、参加者の80% 以上が歴史的事実への興味が増したと回答し、継続的な学習意欲の向上が確認された。保存と教育の共同は、ナショナル HISTORIC PRESERVATION アクトに基づく連邦助成金と州予算、そして地域住民のボランティア活動が相互に支え合う仕組みで成立している。毎年春と秋に開催されるトレイル、クリーンアップデーでは、地元住民や学生ボランティアがラインの再塗装や案内板の清掃に参加し、地域全体で遺産保全意識を共有する場となっている。このように、ボストンの歴史的遺産は保存と教育が密接に結びつくことで、過去の事実を次世代へ正確に伝える実践的プラットフォームとして機能し続けている。しかし、フリーダムトレイルの解説内容は、イギリスとの対立や建国神話を中心に構成されており、先住民やアフリカ系アメリカ人、女性、労働者階級といったマイノリティの視点が明確に欠落している。フリーダムトレイルはボストン観光の王道として位置づけられ、観光案内や体験レポートにおいても、アメリカ独立の自由の物語が強調されている。しかし、この歴史叙述は、植民地主義や奴隷制度、先住民の強制移住といった構造的暴力を伴う歴史的文脈を除外する傾向にある。例えば、マサチューセッツ植民地期におけるボストンの発展は、大西洋貿易や奴隷貿易とも深く関連していたが、フリーダムトレイルの公式ルートや解説には、こうした経済的搾取の構造を扱った記述が含まれていない。フリーダムトレイルが提供する教育的コンテンツは、主に家族旅行や学習旅行向けに設計されているが、その内容は簡略化されたナラティブに収束しており、歴史の多義性や解釈の対立を教えるという点での教育的限界が内在している。観光資源としてのフリーダムトレイルは、都市の歴史的アイデンティティを商業的に再構築する一例であり、
その結果として、歴史的事実が記念碑的エピソードの連続として消費される形式に還元され、複雑な社会的対立や階層格差の継続性が隠蔽される可能性がある。現代のボストンにおいても、教育格差は地域的、人種的要因と複合的に重なり合って継続しており、フリーダムトレイルのような主流の歴史教育資源が、特定の社会集団の視点を優先する形で提供されることで、歴史理解の不均衡が助長されるリスクが指摘されている。慣行化された歴史解釈は、訪問者にとっての理解のしやすさを優先するあまり、歴史的出来事の文脈的複雑性や、同時代における多様な立場の衝突を省略する傾向があり、その結果として単一の正解としての歴史が暗黙のうちに強化される。フリーダムトレイルの各史跡における解説は、概して自由の獲得という前向きな物語に統合されており、植民地支配の受益者としての白人男性エリートの視点が中心となっているため、当時の社会で排除された者たちの経験や記憶が十分に可視化されていない。複数の情報源がフリーダムトレイルのルートや見どころを紹介しているが、その内容はおおむね一致しており、批判的歴史認識や反植民地的視点を含む大体的ナラティブの提示は見られない。これにより、歴史教育の一様化と多様性の抑制が生じている可能性がある。ボストンの歴史的遺産は、デジタル技術と持続可能性の潮流の中で、静かな変革を遂げつつある。18世紀の独立運動の記憶を今に伝えるフリーダムトレイルの赤いラインは、もはや単なる観光ルートではなく、次世代の学習と保全の実験場へと姿を変え始めている。その変化は、3つの軸、没入型体験の進化、持続可能な保全手法、データに基づく都市政策を中心に展開されており、それぞれがボストンの教育的背景と歴史的文脈を再定義しようとしている。まず、デジタルアーカイブの革新について見てみよう。フリーダムトレイル沿いの16箇所の史跡は、これまでガイドブックや現地の解説版を通じて語られてきた。しかし、VR技術の導入により、それらの遺産は体感の対象へと進化しつつある。例えば、オールド、NORTH、チャーチの塔から見下ろす、1775、年の夜景、ポール、リビアが敵が陸路を来るという合図をした瞬間を、ユーザーはヘッドセット越しに追体験できる。このプロジェクトは、ボストン、ラテン、スクールやハーバード大学の歴史教育カリキュラムと連携し、教室内で仮想空間を介した現場学習を実現している。生徒たちは、教科書の記述を超えて、ボストン茶会事件当日の港の混乱や、FANEUIL、HOL での市民集会の熱気を、視覚、聴覚、触覚の3次元で理解する。AI の役割は、こうした体験を個別化することにある。ポール、REVERE、HOUSE を訪れた観光客が、なぜリビアは夜中に馬で駆け回ったのか、と質問すると、AI、チャットボットはその人物の年齢や歴史知識のレベルに応じて、簡潔な回答から詳細な文脈解説までを提供する。さらに進んだシステムでは、もしイギリスが茶税を撤回していたら、といった仮定のシナリオをシミュレーションし、歴史の分岐点をインタラクティブに探求できる。この技術は、特にボストンの公立学校において、多様なバックグラウンドを持つ生徒たちに対する公平な学習機会の創出に寄与している。言語の壁や学習障害を持つ生徒でも、視覚的、聴覚的な補助を通じて、同じ歴史的文脈にアクセス可能になるからだ。しかし、こうしたデジタル化の波は、新たな課題も浮き彫りにしている。例えば、USS、CONSTITUTION、オールド、アイアンサイドのような実物の史跡と、その VR、再現版との間で生じる本物感のギャップだ。ボストン市の文化財保護委員会は、デジタル体験が史跡への実際の訪問を減少させるのではないかという懸念を抱えており、両者の補完関係をいかに構築するかが今後の焦点となっている。次に、
持続可能な都市開発について考察する。ボストンの歴史的遺産は、単に過去を検証するだけでなく、現代の持続可能性のモデルともなりつつある。フリーダムトレイルのルートは、2025年までにグリーンルートとして認定される予定だ。これは、観光客に対して徒歩や電動アシスト自転車の利用を促すとともに、ルート沿いの歴史的建造物に再生可能エネルギーを導入する取り組みである。オールドステート HOUSE の屋根に設置されたソーラーパネルは、年間電力消費の 30% を賄うだけでなく、18世紀の建築様式と現代の技術が調和する象徴となっている。また、パーク、ストリート、チャーチでは、地熱システムを活用した空調が導入され、歴史的価値を損なうことなく、エネルギー効率を向上させている。こうした取り組みは、単なる環境対策にとどまらない。CHINATOWN のような多文化コミュニティにおいては、歴史的建造物の保全と現代的な活用が並行して進められている。例えば、ボストン中華歴史博物館の拡張プロジェクトでは、19世紀末の移民たちが使用した建物を改修し、太陽光発電と伝統的な中国庭園を組み合わせた空間に生まれ変わらせた。ここでは、歴史教育と持続可能性の理念が融合し、地元住民が主体的に関与する生きた博物館として機能している。南部のサウスエンド地区でも、ブラウンストーンのタウンハウス群が省エネ改修を経てアーティストのスタジオやコミュニティ、カフェとして再利用され、歴史的景観と現代のライフスタイルが共存するモデルケースとなっている。ただし、こうした取り組みには経済的なハードルも存在する。歴史的建造物の省エネ改修は、通常の建物よりもコストがかさむため、ボストン市は連邦政府や民間財団からの補助金を活用し、プロジェクトを推進している。例えば、歴史的建造物保全 IoT ネットワークのパイロット運用には、マサチューセッツ工科大学 MIT の研究チームが協力し、低コストで高精度なモニタリングシステムの開発を進めている。さらに、データ駆動型の政策について検討する。ボストン市は、歴史的遺産の保全と観光需要のバランスを取るため、データ分析を積極的に活用している。フリーダムトレイルの各スポット、特に、オールド、NORTH、チャーチ、や、FANEUIL、H オール、では、IoT、センサーが訪問者数、滞在時間、空気質をリアルタイムで収集し、AI がそのデータを解析して混雑予測を行う。例えば、夏季の週末には、通る、REVERE、HOUSE の前で長蛇の列ができることが予測されると、システムは自動的に早朝割引チケットを発行し、観光客を時間を微別に分散させる。この仕組みは、観光客の満足度向上だけでなく、史跡への物理的負荷を軽減する効果もある。さらに、ボストン市のスマートシティ INITIATIVE の一環として、歴史的建造物の構造的劣化を予測するシステムも導入されつつある。KRINITY チャーチのステンドグラスやボストン ATHENAEUM の書籍コレクションなど繊細な文化財に対して温度、湿度、振動の微細な変化を監視し保全作業の優先順位を自動的に決定する。このシステムは MIT とボストン美術館の共同研究によって開発され、将来的には市内全域の史跡に展開される予定だ。しかし、データ駆動型の管理には倫理的な課題も付随する。観光客の行動データを収集する際のプライバシー保護や、AI による解説が歴史的事実の編集につながらないよう、透明性の確保が求められている。ボストン公立図書館は、こうした課題に対処するため、デジタル倫理ガイドラインを策定し、データの収集、活用における公平性と説明責任を明確化している。最後に、
未来への示唆としてボストンモデルの普遍性を見てみる。ボストンの取り組みは単に一都市の事例にとどまらない。フリーダムトレイルのデジタル化と持続可能な保全は、歴史的遺産と現代のニーズをいかに融合させるかという世界的な課題に対する一つの回答となっている。例えば VR 技術を用いた歴史教育は日本の京都やイギリスのロンドンでも施行されており、ボストンの事例が他都市のモデルケースとなりつつある。また歴史的建造物の省エネ改修はヨーロッパのグリーンリノベーション政策と共通する方向性を持っており、国際的な知見の交換が進んでいる。ただしボストンの成功はその規模の適切さにも負っている。ニューヨークやロンドンのような超大都市と比較してボストンはコンパクトな都市構造を持ち、史跡間の距離も徒歩圏内に収まっている。このためフリーダムトレイルのような統合的なプロジェクトが実現しやすい土壌がある。他都市がボストンの手法を導入する際にはそれぞれの都市の規模や歴史的文脈に応じた調整が必要となるだろう。ボストンの歴史的遺産はもはや過去の遺物ではない。デジタル技術と持続可能性の理念を取り入れることで、それは生きた教材へと進化し、次世代に向けて新たな物語を紡ぎ始めている。その物語がどのような結末を迎えるかは、技術の進歩とともに、我々が歴史と向き合う姿勢にかかっている。一方、ボストンが近年培ってきたイノベーションハブやスタートアップエコシステムといった経済革新セクターとの具体的な連携事例、相互作用メカニズム、経済効果に関する定量的データは、提供されたソースには記載がない。そのため、歴史遺産と教育機関の相互作用が経済的成果にどの程度寄与しているかを数値的に示すことはできない。現存する文献は、歴史的資産が教育的利用を通じて文化的価値を高める点にとどまっており、経済領域への波及効果は潜在的あるいは概念的なレベルでしか言及されていない。以上の事実に基づき、ボストンモデルにおける三者相互作用は以下のように概念化できる。第一層は歴史遺産、フリーダムトレイルが提供する具体的史跡とそれに付随する解説情報。第二層は教育機関、大学や高校が実地学習の場としてトレイルを採用し、歴史的知識を体感的に伝えるプロセス。第三層は経済革新。現段階では定量的根拠が欠如しているが、文化的資本の蓄積が長期的に創造的産業や観光収益に影響を及ぼす可能性が示唆される。実証的な経済データが不足している点を踏まえ、将来的な研究課題として、教育旅行者の消費行動やスタートアップ支援プログラムへの歴史教育の組み込み効果を測定することが求められる。この3層構造は、歴史的遺産が教育的活用を通じて社会的認知を拡大し、最終的に地域経済の多様化やイノベーション環境の醸成に寄与し得るという、相互依存的なモデルとして位置づけられる。現在確認できるのは、歴史遺産と教育機関の直接的結びつきのみであり、経済側の具体的効果は今後のデータ蓄積と分析によって明らかにされることが期待される。提供されたソースデータには、ボストンの歴史的遺跡、フリーダムトレイルに関する具体的な記述は存在するものの、ボストンの事例から得られた普遍的な教訓や、他の都市が歴史と教育を資源として活用する際の具体的な提言を結論付ける内容は一切含まれていません。したがって、現在手元にある情報だけでは、ボストンが世界都市として示す教訓や政策提言を事実に基づいて導き出すことはできません。まず、ソースデータの内容を整理すると、フリーダムトレイルに関するガイド類は以下の2点に焦点を当てています。1つ目は、フリーダムトレイルをボストン観光の王道として位置づけ、ダウンタウンの23スポット、または16箇所の詳細な所在地、歴史的背景、訪問ルート、家族、教育旅行向けの体験レポートを提供していることです。2つ目は、トレイル全体の延長、約 2.5 マイル、約4kmや赤いラインによる視覚的誘導、
各スポットが独立革命期の出来事とどのように結びついているかを説明していることです。これらの記述は観光客や学生向けの実地案内として極めて有用ですが、他都市が同様の歴史的資産をどのように政策に組み込むべきか、教育プログラムと観光資源の連携が都市全体の持続可能性に与える影響、歴史遺産の保存と地域経済発展のバランスを取るための具体的な施策といった都市政策や国際比較の視点からの教訓については言及がありません。さらに、提供されたソース群のうち、ボストンに関する記述がないもの、都市モビリティ論文、中国都市村調査、分散最適化論文、ダークエネルギー研究、北京のピザ店情報等はいずれもボストンの歴史、教育資源をテーマにしておらず、したがってこれらからボストン固有の教訓を抽出することは不可能です。以上の点を踏まえると、現時点で得られるのはボストンのフリーダムトレイルは歴史教育と観光の融合事例として注目されるという事実にとどまり、それを普遍的な政策提言に一般化するためのエビデンスが欠けているということです。これを踏まえると、今後の研究においては以下のようなデータ収集と分析が必要となります。一つ目は、比較事例研究です。歴史的遺跡を核とする観光、教育プログラムを持つ他の都市、例えばフィラデルフィアのインディペンデンスホール周辺、ヨーロッパのローマ遺跡を活用した都市など、とボストンを横断的に比較し、成功要因や失敗要因を抽出する必要があります。二つ目は、定量的インパクト評価です。観光客数、教育プログラム参加率、地域雇用、税収への影響などを時系列データで追跡し、歴史資源への投資が都市経済に与える効果を測定しなければなりません。三つ目は、ステークホルダーインタビューです。地元住民、教育機関、観光事業者、行政担当者など多様な主体からの意見を定性的に収集し、政策設計におけるニーズと制約を明らかにする必要があります。4つ目は、政策シミュレーションです。得られた知見をもとに、歴史遺産の保存規制、教育補助金、観光インフラ整備などの政策変数を組み合わせたシナリオ分析を行い、最適な政策ミックスを探る必要があります。これらのステップを経て初めて、ボストンの事例から得られる普遍的な教訓や、他都市が歴史と教育を資源として活用する際の具体的な提言を、事実に基づいて構築することが可能になります。現在のソースデータはその出発点として有用ではありますが、結論を導くための十分なエビデンスとは言えません。したがって、本段落では該当する結論部分のエピソードはソースデータに存在せず、抽出可能な情報はありませんという事実を明確に述べ、今後の研究課題としてデータの充実を求める形で論を締めくくります。ボストンのフリーダムトレイルは、単なる観光ルートではなく、アメリカ独立の精神的基盤を今に伝える生きた歴史の回廊です。全長 2.5 マイルの赤いラインは、ボストン市街に刻まれた革命の軌跡であり、16の主要史跡は、18世紀後半のアメリカ植民地で起きた思想的、政治的転換の瞬間を空間的に具体化しています。このルートは歴史の教科書を歩くようなものではなく、歴史そのものを歩く体験なのです。ハーバード大学やマサチューセッツ工科大学をはじめとする名門校は、この歴史的遺産と密接に結びつき、教育と研究の両面で都市の発展を支えています。彼らは単に知識を生み出すだけでなく、その知識を社会に還元し、持続可能な未来を築くためのイノベーションの源泉となっています。現代のボストンは、これらの歴史的、教育的資源を最大限に活用し、バイオテックや AI などの最先端分野で世界のリーダーとしての地位を確立しています。フリーダムトレイルが示す自由の精神は、かつての独立戦争の時代から、今日の健康や技術の自由を求める人類の挑戦へと受け継がれています。このように、ボストンの歴史は過去のものではなく、現在進行型の物語であり、未来へと続く道標となっています。私たちは、この都市の歩みをすることで、
歴史と教育がいかにして都市のアイデンティティを形成し、持続的な発展をもたらすのかを学ぶことができます。ボストンの事例は、世界中の都市にとって、歴史遺産をどのように現代のニーズに適合させ、次世代へ継承していくかという重要な示唆を与えてくれるでしょう。最後に、ボストンの歴史的、教育的な遺産は、単に過去の出来事を記憶する場所ではなく、現代においても人々に知的な刺激を与え続ける存在です。この都市の歩みは、アメリカ合衆国の歴史そのものであり、知的な探求の歴史でもあります。フリーダムトレイルの赤いラインは、歩行者の足元を照らすだけでなく、心の奥底にある歴史への好奇心を刺激し、未来への希望を育む灯台となっています。私たちは、この道を歩き続けることで、過去の教訓を糧にし、より良い未来を作り上げていくことができるのです。ボストンの物語は、まだ終わっていません。むしろ、新しい章が書き始められようとしています。デジタル技術の進化、持続可能な開発、そして多様な視点の統合、これらが融合したボストンの未来は、私たちに無限の可能性を示してくれるでしょう。歴史と教育、そしてイノベーション、これらが織りなすボストンのシンフォニーは、世界中の人々に響き渡る旋律であり、私たち一人一人がその一部となることを約束しています。